皆さんこんにちは。気になる車を詳細検証するオーナーズアイ、いつもオフロード版を担当している川村です。今回ご紹介するのは日産クリッパー版マルチラックです。そしてフォーカスしたいのはこの荷室の中です。それでは詳しくご紹介していきましょう。日産クリッパー版はコンパクトながら広々とした荷室を備えた軽規格の商用版です。シンプルで機能的なデザインに必要十分な燃費と安全性能が与えられ、仕事だけでなく遊びにも使える便利さが魅力になっていますよね。私が取材した 4WD モデルでは、通常走行の 2WD、路面状況に応じて自動的に駆動力を制御する 4WD オート、未舗装路で力を発揮する 4WD ロックという3つのモードが選べました。いよいよ軽の版でも電子制御式の 4WD が楽しめる時代になってきましたね。そんな車をベースにしたこだわりの特別仕様が登場しました。クリッパー版マルチラック。直訳すれば多機能に使える棚ということになりますが、リアのクォーターパネル部にこのようなラックベース、有効ボードが設置され、何やら気分が盛り上がってきます。カラーはナチュラルベージュとブラックの2種類。ベージュの場合はホワイトオークのウッドボードにクリアのオイル塗装が施されています。スチール製のベース部は艶消しの黒。ボディ形状にきっちり合わせたスクエアな作りで、荷室スペースも無駄になっていませんよね。フロアには汚れのつきにくいビニール製のフローリング調シート。コーデュラのベッドマットもこのような色合いとなっています。ブラックの場合はフロアとベッドマットが黒となり、ウッドボードもホワイトオークにエボニーのオイル塗装をしたものに変わっています。設定は GX や GX ターボといった上級グレードのみ。ベッドなしの仕様も選べるので、車中泊の必要がない方はベッドの設置方法を飛ばしてみてくださいね。それでは左右の有効ボードから詳しく見ていきましょう。左右2箇所ずつ穴の開いたボード、有効ボードがあります。で、この形、他にはないオリジナルのとてもユニークな形なんですが、この丸い部分はこういった市販のフックをつけることができます。それからですね、付属のブラケットがこの2つです。スチール製でとても丈夫に作られています。で、こちらは J 型、こちらは L 型のブラケットになります。この J 型ブラケットはベッドマットのフレームを取り付けるのにも使います。どうやって取り付けるかというと、この十字のところにこのように差し込みます。そしてこれは90度傾けてつけることもできますし、さらに言えばこのように180度傾けて取り付けることもできます。でもちろんこのままで動いてしまうので、ここでこのように止めていくんですけど、まあ一番オーソドックスな形で止めてみましょう。このように丸穴を使ってこの専用のネジで止めていきます。で、ゴムのワッシャーもあってすごくしっかり止まります。もう全然動かないですね。そして、こちらの L 型のブラケットは本当にシンプルな形をしているので、そしてここに穴が開いているので、この穴を利用してボルトで何かをつけるとか、ここに、箱をつけるとかですね、 DIY でいろいろできるような形になっています。実は私、仕事でもプライベートでもカメラを使っています。もし自分がこの車を相棒にするなら、そう考えて有効ボード周りをちょっとレイアウトしてみました。L 型のブラケットに木の箱を組み合わせたり、J 型ブラケットに取材ノートやペンケースを挟んでみたり、上の方にはグローブやレインウェア、電動のエアダスターなどを吊るしてあります。走っている時に揺れないようマグネット式のカラビナフックとゴムバンドで固定しています。
この黒いラックベース、スチールなので磁石を使っていろんなものが固定できるんですよね。左側はこんな感じです。キャンプの時に愛用しているホットサンドメーカーやキャップ、救急箱、記録用のコンデジ、LED ランタン、シュラフカバー、ショルダーバッグなど適当に吊るしてみました。この有効ボード、板厚が9ミリと厚くて丈夫なので、重たいものでも安心してかけられます。市販のフックは真鍮製のものを選んでみました。ホワイトオークによくマッチしていますよね。このホットサンドメーカーはフック2つとゴムバンドで固定してあります。このように工夫することでいろいろな形のものを取り付けることができるようになります。また J 型ブラケット2つを横にして設置すればこのようにタオル掛けとして使うこともできます。ホームセンターで買ってきた板でテーブルを作ってみました。L 字ブラケットで固定してあります。日産リーフのバッテリーをリサイクルしたポータブルバッテリーなんていう製品もあるんですよね。これを使えば十分な電力が得られますから、上下の有効ボードの間にマグネット式の電源タップを貼り付けてみました。どうですかこの小さな仕事は、というか隠れ家。いろいろ夢が広がりますよね。次にベッド付き車のご紹介をします。これがベッドマットが4枚このように重ねられて固定されています。裏側、つまり車の前側から見るとこのようにベッドフレームが専用の袋に入れられて同じように固定されています。片側2本ずつあるベッドフレームの当たりゴムがある方、これは前側です。で、後ろ側のフレーム回していくとグレーのゴムがある方、ここが上面になります。なのでこんな感じで入れていきます。次にこのようなベルトをシートベルトのアンカー、ここに引っ掛けます。そしてこの4つある穴、これが4段階の高さ調整になっていて、今回はこの一番上の穴を使います。この当たりゴムのあるフロント側フレームをこのようにして入れます。で、入れた後これを90度ひねる。当たりゴムでベルトが抜けづらくなります。次に後ろ側のフレームにこのジョイント金具を刺していきます。そしてこのネジをしっかり締めます。そして前側フレームを持って後ろ側のフレームをちょっと持ち上げてこのようにしっかり差し込んで同じようにネジを締めます。次に後ろ側のフレームをネジで固定します。この三角印を正確に合わせると難なくネジが差し込めるようになります。これでまたしっかり締めていきます。はい。そしてベッドマットを乗せていきます。しっかりとした作りでそれなりに重量はありますけど、女性で持てないとかそんな重たさではないです。はい、こんな感じで1枚目、そして2枚目もかなりきっちりしたサイズでいい感じですね。はい。3枚目と4枚目はとりあえず上に乗せます。前側2枚は
裏側にベルクロがあるので剥がします。そしてベッドフレームの上に乗せて、先ほど剥がしたベルクロを巻き込むようにしてもう一度留めます。同じようにベルクロを剥がして巻き込むようにして留めます。反対側もやはりベルクロがあるので、このようにして留めます。これで完成です。このベッドマットの表皮はアウトドア製品や防弾チョッキなどで使われている丈夫な布で作られています。で、このベッドの高さはこれが一番高くて、2段目、3段目、4段目と4段階に変えることができます。天井が高くて乗り込みは簡単ですね。そうですね。天井意外と高いです。さすがにまっすぐ背を伸ばすと頭使いますけど、こんな感じですね。そして寝て手を伸ばしても指先が天井に触れるぐらいです。これだったら寝ながら読書も余裕ですね。かなり開放感あります。ベッドの長さはちょうど180ですね。幅はですね117センチぐらいですね。これでしたら大人2人ぐらいでしたら十分寝られると思います。で、実はこの状態から運転席にちゃんと座れる。ですのでこのままベッドを展開したまま運転することもできます。もちろんここで人が寝たままっていうのはダメですけどね。これちょっと試してみたんですけど、ベッドマットをこことお尻の下2枚使うとこんな風にテーブルと椅子に早変わりします。そして身長172センチの僕が背筋を伸ばしても天井まで指1本分ぐらいの余裕がまだありますね。テーブルの高さは完璧です。これやっぱりこの辺にこの鉄板の部分ですね、磁石で明かりがつけられたり、すごく便利ですよね。ここだったら撮った写真夜なべして現像できるような気がします。私は年に一度東南アジアのジャングルの中で1週間クロスカントリーラリーの取材をしているのですが、そんな時このマイクロフォーサーズのカメラがとても便利なんですよね。広角、標準、望遠のレンズ3本とボディ2台、それにおやつと水とポンチョを詰め込んでも一日中立っていられる重さなんです。だからジャングルの奥にずんずん入っていけます。もちろん家族やワンコたちのスナップにも使っています。マイクロフォーサーズは小さいですから、仕事でもプライベートでも気軽に一緒に使っていける、そういう気楽さがあるんです。きっと K のワンボックス版も同じですよね。大きな SUV のようにパワーや豪華さはないけれど、街中でも林道でも気軽に走れるし、小さいからどこにでも入り込める。商用だから作りがタフで長持ちだし、ラフに扱える。だから結局プライベートでも使っちゃうんですよね。この便利さ、道具感、自分好みにカスタマイズできる自由度、外からはわからないけど中はすごいんだぞっていう、そういう自己満足感が
この車にはありますよね。というわけで私はこのまま9月8日の皆既月食の観察にこの車を借り出すことにしました。というのも今回は月が完全に隠れるのが夜中の2時半。そこまで待たなきゃいけないので、仮眠できるベッドがあるとちょうどいいんです。こんな秘密基地みたいな車があるとめちゃめちゃワクワクしますよね。いかがでしたでしょうか。やっぱりベッドキットはいいですね。いくつになってもワクワクします。個人的には小学校3年生の息子と一緒に寝たいなと思います。この後夜中の2時半から天体ショーがあるので、そろそろこの辺で仮眠します。おやすみなさい。